はい、今回はですね、アートレア社からリリースされました V コレクション7をご紹介していきます。以前のバージョン V コレクション6はすでに解説を行っていますので、ここではバージョン7の特徴をサウンドとともにお伝えしていきます。まずこの V コレクションシリーズの特徴として、鍵盤楽器で必要な音源、シンセが全て備わっています。そして今回、これら音源にメロトロン V、CZV、シンシー V が追加され、オルガン音源 B3 がバージョンアップされ V2 に、そしてこれらコレクションを総括、管理できるアナログラボ3がバージョン4にアップデートされています。この B3 アナログラボは既存の V コレクション6ユーザーも無料でアップデートが行えます。また今回非常に嬉しいのが、このバージョンアップによってプリセット数が以前の6000から8000に増加しています。とにかくこの製品、プリセットが非常に優秀です。これらプリセットを組み合わせていくだけでもかなりの楽曲クオリティ出すことができます。特に最近、海外の音楽シーンでは、アナログシンセのサウンドを積極的にトラックに取り入れるという傾向が強くなっています。それらのサウンドを再現したいという際にも活躍します。今回ですね、リズムトラック以外の全トラックを V コレクション7で作成したサンプルを用意しました。まずは一度ご視聴ください。このように多彩なサウンドを扱うことができます。それではまずはじめにこちらメロトロン V を確認していきましょう。このメロトロン、現代のサンプラーの始まりと言われていまして、1963年、今からも50年以上前ですね、メロトロン M1 がリリースされています。磁気テープに楽器のサウンドを録音して、それぞれをですね、鍵盤に配置しています。鍵盤が押されることでサウンドが鳴るというような仕組みになっています。立ち上げたデフォルトのサウンドはこちらストロベリーと書いてありまして、ビートルズの楽曲などでも非常に有名です。デフォルトのサウンド、フルートですけども、オーケストラ系、ギターやコーラスなど、様々なサウンドが収録されています。例えばこのストリングス、オーボエ。このように非常に味がある独特のサウンドになっています。このアドバンス部分をクリックしますと中に入ることができまして、さらに細かくカスタマイズを行います。ここでユニークな点として、ボリュームの ADSR が搭載されています。アタックを高めにするとサウンドの入り、フェードインのようになりますので、柔らかな印象を与えることができます。リリースではサウンドの余韻などもコントロール可能です。これを低めに設定すると、このようにキレがいいサウンドを作ることもできます。このフラッターという部分では、ピッチの変化や揺れを作り出します。このあたりでもサウンドの味出すことができます。テープサチュレーションでは、歪み具合、サウンドに対しての温かみも演出できます。このように演奏ノイズを強調することもできますし、サウンドに含まれるノイズを調整することもできます。もう一つ特徴的なのがこの下部分。A、B、C、それぞれにですね、サウンドを配置して、このスライダーからサウンドを組み合わせることができます。例えばこれを B と C の間にしますと、このようにサウンドを組み合わせて再生することができます。オールは名前の通り全てのサンプルを再生します。また面白い機能として、ご自身が用意した WAV サウンド。例えば今このようなサウンド。この部分にドラッグすることで、オリジナルのサウンドを鳴らすこともできます。この一部分ハイライトされていますけども、これが元々のキーということになりまして、ここから半音ずつですね、ピッチが変わってきます。
例えば元々のフレーズが A で再生されていたといった場合は、これをドラッグして A に持っていきます。これで鍵盤と演奏ピッチが合うことになりますね。またオリジナルのサンプルは左右をドラッグして演奏範囲を広げることもできます。このような形ですね。今回楽曲の中ではこのようなフレーズを演奏しています。アタックを高めにして柔らかい印象に。そしてテープサチュレーションですね。これを高めに設定して温かみと太さを演出しています。全体で聴いてみると、現代の楽曲でもサウンドのアクセントとして非常に活躍します。次はこちら、CZV を確認していきます。CZV 最大の特徴は、フェーズディストーションという方式が採用されているといった点にあります。サウンドを鳴らしてみますので、この中央部分にご注目ください。このような波形の動きが確認できます。時間の経過とともに波形を変化させることによってサウンドを作っていきます。プリセットもこのように膨大に収められていまして、個性的で非常に使えそうなサウンドたくさんありました。プリセット数このような形で多いので、V コレクションの製品共通なんですけども、この部分ですね、クリックしますと、タイプ別でこのように絞り込みが行えますので便利です。かなり強い場合を発生させることができるんですけども、うるさくないというか、しっかりと楽曲の中で馴染むようなサウンドが特徴かなというふうに感じました。このサンプル楽曲の中でも CZV 対応していますけども、全トラック、この優秀なプリセットを元に作りました。このプラック系、この効果音的なもの。こちらも合間に入ってくるアクセント。そしてイントロで使用している、このベルのサウンドですね。このようなトラックで使用しています。このように様々なサウンドを出すことができるんですけども、製品をコントロールする上で必ず理解しておきたいのが、オシレーターに代わるラインという部分です。これらのエディットはこのアドバンスから進むことができます。この中のシンセセクションがそれに該当します。このライン1、ライン2というのが通常のシンセのオシレーターに代わるものです。この部分の波形に動きをつけてサウンドを作っていくというところがポイントです。説明が伝わりやすくなるようにテンプレート、このテンプレートの中からデフォルトを選択しています。これで完全な初期状態になります。ライン2がオフになりまして、現在ライン1が機能している状態です。サウンドはこのようにサイン波ですね。一つのラインに対して最大2つの波形を組み合わせることができます。この部分をクリックして波形を選択。アートリアの CZV はカスタムというものが追加されていまして、このようにクリックでユーザーが波形を作り出すことができると。それでは今はソートゥースとパルスを選択します。このように波形を選択したとしても現在、サイン波のままです。これをコントロールするのがこの DCW というものになります。この DCW、デジタルコントロールウェーブの略になっていまして、これ下がりきった状態ですとサイン波。上げれば上げるほど選択した波形に近づいていくという感じです。これに伴って下のディスプレイもですね、変化していきます。サウンドも変わっていくと。これがまず基本概要になります。もちろんこのままサウンドを使用していくのもいいんですけども、演奏の中でこれを動かすことでサウンドにバリエーションを与えていくというところが醍醐味になります。そうした時に使用するのがこの DCW というエンベロープですね。この部分をクリックして、このようにカーブを作っていくことができます。この S というのがサスティーンになりますので、鍵盤が押されている時はこのように動くよということです。このエンベロープの一番下というのが現在いるパラメータの位置になります。よって DCW を最低値にしておくことで、一番下のポイントがこのサイン波。最もポイントが高くなった時は、この DCW が最後まで行き切った時のサウンドということになります。変化量を激しくしたい時はこのような設定ですね。サスティーンの位置が今0ですので、サイン波に戻ります。これをこのように高くすることによって、DCW が最後まで行き切った時のサウンドが維持されると。楽曲の中ではこの動き、テンポに合わせたいという場合が多々あります。そういった時に便利なのがこちらエンベロープです。ここからですね、ライン1、2のピッチやアンプエンベロープを設定できるんですけども、この中に DCW というものがあります。今ですとライン1の方ですね。先ほど書いたものが反映されています。現在ですね、このように時間でコントロールされていますけども、この右下、シンクをクリックすると、ダウのテンポ、現在ですと136に同期した形で動きをつけることができます。
そしてこの右上にはパターンプリセット用意されていますので、クリックするだけで簡単にカーブの動きを読み込むことができます。これが CZV の特徴、DCW の概要となります。はい、V コレクション7の解説。ここでは新たに追加されたメロトロン、CZV を中心に進めてきました。引き続き次回は新たに追加されたシンシー V、バージョンアップした B3、そして V コレクション7の音源を全て管理できるアナログラブ4の新機能をお伝えしていきます。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。